今日はフリーランスの私のお金との付き合い方についてお話ししていこうと思います。安定した収入よりも自分のやりたいことを優先してきたので、大学を卒業したての頃はかなり切り詰めて生活をしていた気がします。それでも私なりにそんな日々を楽しんで暮らしてきたので、どんな風に少ない収入の中でお金と向き合ってきたか、これから向き合っていきたいかをまとめてみました。細かい節約テクニックだったり、1年でいくら貯まるといった財テクなどではありませんが、もう少し大きな根っこのところ、こんな風に捉えるとお金ともう少し仲良くなれる気がするという私なりの今が少しでも参考になったら嬉しいです。一つ目が、使うことをやめるのではなく、使う先を吟味して丁寧に使うことです。自分が今何にお金をかけたいのか、かけるべきなのか、自分の本当の食べ物、生きる糧となるものを知っておくことが大切だなと思っています。誰かにとってはそれが嗜好品や娯楽であったとしても、私にとってはそれがこれから先なりたい自分に投資をするような貴重な資料だったり経験だったりします。また逆もしかりです。たとえそれが今の自分では少し背伸びをしたものであっても、未来の自分への投資であるのであれば、妥協せずにこだわって、それを手に入れるために他に抑えられる出費がないかを実際にノートに書き出して計算してみます。せっかく貴重なお金を使うのだから、使う先はできるだけリサーチをして、作り手の思いに共感できて、応援の意味も込めて気持ちよく使える相手がいいなと思っています。そうなると、そのお金の使い方が自分のための投資であるのか、はたまた一時的なストレス解消のための浪費であるのか、それとも生活に必要不可欠なもののための消費であるのかの判断軸が大切だなと思っていて、その軸を作るために私は定期的になりたい自分や目標を文字にして書き出すようにしています。文字にすることで自分の願いや思いが視覚的にも見えるようになって、なんとなくで思い描いているものよりもより明確にそこへ向かって歩いてゆく道筋みたいなものが見えてくる気がしています。その道すがら確かに歩みを進めるための糧となるものは何か、暗闇の中で頼りとすべき明かりとなるようなものは何かが自分にとっての投資になると思っています。私が愛用しているサニー手帳にはウィッシュリストといって、各項目に分かれた自分のなりたい、生きたい、読みたい、欲しいなどが書き込めるページがあって、そのページをこのノートを使い始めた年の初めに書いて、定期的に読み直したり書き足したり修正したりしています。あとはマンダラチャートもずっと気になっていて、最近始めてみました。マンダラチャートは 9×9 マスの81マスからなるシートで、一番真ん中に自分の中での一番大きく強い目標や夢を書いて、その周りにそれを達成するのに必要な要素を8つ書き出して、その8つの要素をそれぞれさらに8つに分解していくフレームワークです。これが結構大変で楽しかったです。細分化するごとに何とかひねり出したり、真ん中に上げる要素を何度も考え直したり、今の自分とじっくりと向き合う時間でした。しばらくよく見える場所に貼って修正したり追加したりして、1ヶ月に1回ほど定期的に自分の軸を見つめ直す作業として取り組んでいきたいと思っています。3つ目が、今自分が使っているお金、そして持っているものを把握することです。自分がどんなものにお金を使っていたか、それは消費であったか浪費であったか、
投資であったかを振り返ることが大切だと思っています。私は毎日使ったお金はどんなに小さなものでもレシートをもらっておいて、袋に一度プールして家に帰ったタイミングで家計簿に入力しています。以前もご紹介した袋分け家計簿はキャッシュレス決済の多い私にも各項目であとどれくらいの月の予算が残っているか目に見えてわかるし、いい具合に荒く簡単で今の自分に合っているなと感じています。経費となるものはまた別にしておいて、弥生のアプリで入力してこのセリアで買ったファイルに入れていくだけ。日々できる時にこの作業をするだけで自分の使ったお金について振り返ってキュッと背筋を伸ばすきっかけとなっています。あとは断捨離をして今自分が持っているものを把握することもまた自分のお金の使い方を考えるきっかけになっていると思います。断捨離は物を減らすだけでなく、今自分には何が必要で何が手に余るか、そして何をどれだけ持っているかを知る作業でもあると思います。せっかくいいものを持っていたとしても触れることなく棚の奥に眠っていたとしたら宝の持ち腐れになってしまいます。本当はすでに持っているのにまた別のものを買ってしまうなんてことも私はありました。物は儚くていつか壊れゆくもの、できれば自分の両手に収まって十分に把握できるだけの身軽さで本当に良いなと思えるものを繕いながら暮らしていくのが私の目標です。4つ目が自分の暮らしを整える習慣づくりを大切にすることです。家計簿をつける習慣、欲しいものを吟味する習慣、早起きをする習慣、片付けをする習慣、本を読む習慣、運動をする習慣。さまざまな習慣は自分の思考をなるだけ澄んだものに保ってくれて、ストレスで心がよどんでもなんとか日常をたどって大きな浪費を防ぐ道しるべとなってくれている気がしています。お金とうまく付き合うための私なりの習慣は、スマホと距離をとってデジタルデトックスの時間を設けることと、買い物をする前にイメージをする習慣です。SNS は楽しいことも有益なこともあるけれど、やっぱり情報の嵐で脳が麻痺してくる感覚があります。それほど欲しくないものまで欲しいと錯覚したり、手に届くまでの手軽さに思わず買いそうになることも私はしばしばです。スマホや SNS は活用しても支配されないように一定の時間は必要なもの以外いじれないように設定するようにしています。あとはお買い物をする前にそれを自分にあてがってイメージしてみること。小さなお買い物でもそういう一瞬のイメージをする時間を持つことで、そのお買い物が本当に必要か、使っている私は私らしいかを考える見直す時間ができているなと思っています。5つ目がお金を使わなくても得られる楽しみや財産を蓄えていくことです。最後に残るものはお金や物ではなくて、豊かな知識や経験、大切な家族や友人たちとの関係かなと思っていて、それはお金に手伝ってもらうことはできるけれど、お金だけで手に入れることはできないもので、お金がなくても蓄えることが叶うものだと思っています。例えば休日は図書館へ行って自分の読みたい本を借りて読んで知識を蓄えたり、東京には無料で入れる歴史ある素敵な建築がたくさんあるので、そういう美しいと感じるものを見に行ったりしています。あ
とはすでに自分の手の中にあるものたちで、暮らしの中のささやかな工夫を楽しんでいくこと。ポストカード一つで部屋の雰囲気がガラッと変わっていい気分転換になります。自分で絵を描いてそれを飾ったりするのも楽しそうです。お金や物って今は自分のところにいてくれるだけで、決して私のものではない循環していくものだと思うようにしています。私物化せずにお手入れをして次の人に心地よく渡せる準備をしておくこと、そしてお金や物以外の知識や経験、人との関係を蓄えて磨いていくことに時間を費やしていきたいなと最近は思っています。最後まで見てくださりありがとうございました。生きていく上で欠かせないお金の話、なかなか難しいことも多いですが、私なりにこれからも向き合って仲良くいい関係であれたらいいなと思っています。皆様のお金との付き合い方や工夫などもコメントで教えていただけると嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録もしていただけるととっても励みになります。皆様の今日が良い一日となりますように。